はい、本日も動画を始めます。本日は実際の売り買いのやり方についてお話しいたします。まずこの売ったり買ったりすることについて、どうして売ろうと思ったのか、どうして買おうと思ったのかについての動機は自分で考えて、投資をしてください。自分で考えてください。もちろんこれから動画をいくつもアップしていきたいと思うんですけれども、自分の経験や、例え話などを交えてですね、お話はさせていただきますので、それはどうか参考にしてください。まず一つ目、保有期間ですね。保有期間はどうするのか。長期で保有するのか、中期、あるいはデイトレードと言われるような超短期、短期の投資をするのかいうことですね。いろんな事業会社でもそうなんですけれども、事業計画って立てますよね。全部自己資金で事業を運営できればいいんですけれども、お金を借りて投資をする、事業をするっていうことがほとんどだと思うので、銀行なんか金融機関に事業計画っていうのを提示しなければいけないんですよね。それと同じようにですね、株式の投資に関しても、この株は今これぐらいの株価だけども、こういう業績が見込めるので、どのくらいの間に、このくらいの値上がり益が見込めるだろうというような見通しを持って株式を保有するということが、大切になってきます。事業と同じように保有期間っていうのは、事業期間、保有期間っていうのをあらかじめ定めて投資をするということです。2つ目、できるだけ少なく持つということです。例えば自分が100億円持ってるとします。100億円持ってても、一つの銘柄100億円分すべてを買うかっていう話ですね。もちろん株価は毎日、場が開いている間は変動します。数%の値幅かもしれませんし、あるいは十数%の値幅、金額の変動があるかもしれません。100億円一つの株に投資してたら 10% 下がってしまったら90億円になってしまうということです。とてもじゃないですけども、心休まりませんよね。ですから、投資用の資金っていうのは、余裕資金で皆さんされると思うんですけれども、その余裕資金の中でもまずちっちゃい単位で投資をしてください。どうしてそうなるかというと、そうした方がいいかというと、また後でお話ししますけれども、自分の思惑と逆にいった場合、例えば買ったのに下がってしまった、結構下がってしまった、そういう時に対処のしようがあるからです。少なく持ってると、もう損が少ないうちに売却したり、あるいはこれは一時的なものだと思えば、ブレの範囲だと、調整の範囲だと思うのであれば、安くなったところで買いますというような施策が取れるわけです。ですから、できるだけ少なく持つということを心がけてください。すべてのお金を一つのものに集中して投資するっていうのは、当たれば大きいです。逆に言うと、欲を出して大きく儲けようと思ってそういう投資行動を取るわけなんですけれども、
欲を出すと逆に言った時に失敗したら立ち上がれない状況になってしまう可能性っていうのは非常に大きいです。ですからできるだけ少なく持つということを心がけてください。で、3つ目、ここから実際にやり方をお話しします。やり方といっても非常に単純なことです。とにかく損を少なくするということを心がけてください。例えば上がると思って買った株で、例えば株価が1000円のものを買ったとします。そしたらこの1000円の株っていうのがどのくらいまでの損失を許容できるかっていうのをあらかじめ自分の中で持っておきます。例えばもう 5% 下がったらもう売却してしまう、 5% の損しか許容できないというように考えるのであれば、5% です。1000円の 5% ですから950円まで下がったらもう売却する。あるいはそのような 5% っていうのはもう誤差の範囲、ブレの範囲だということで 10% のまでの下げは許容するということであれば、1000円の 10% ですから900円に株価がなったらもうそこで売却するというような戦略を取るということです。で、先ほどの項でも申し上げた通り、傷は浅いうちの方が次の投資案件に移ることが可能なわけです。例えばこれが1000円で買った株式があったとして、これが極端に言うと400円まで下がったというようなことになったとします。そうしたらどうでしょう。1000円が400円までに下がったんですから600円損するっていうことですよね。そしてもう400円になってしまって、ここで売却してしまったとすると1000円が400円になってるわけです。1000円で投資して利益を出そうと思ってた時より400円で購入できる選択肢っていうのは非常に狭まるわけですね。買えない、いいなと思っても買えない銘柄もあるかもしれない。例えば値傘株、値傘っていうのは1株あたりの、金額が非常に高い株式です。中小型株に多いんですけれども、例えばベンチャー企業とかですね、ちっちゃい会社は、発行している株式数が少ないので1株あたりの単価っていうのがどうしても高くなってしまいます。逆に大きな会社ですね、1億株、10億株、20億株なんて発行している会社に関しては、必然っていうわけでもないんでしょうけれども、株価っていうのは薄められるので、安くなる傾向があります。安くなるというか、金額が小さくなる傾向がありますということですね。話を戻しますと、戦えないと、大きく思惑を外れた場合戦えないという結果になってしまいます。ですから、もうずっとそのまんま塩漬け、もういいや、もう株なんて興味ねえ、もうほったらかしにしようという話になってしまうということです。90年代バブルが崩壊した時に株式をやってた人たちって今でも当時の株式っていうのをもう塩漬けにして持ってる方も少なくないんではないでしょうか。もうそういう状況になってしまいます。ですから次に行くためにも、損失を少なくする。で、前項でも申し上げた通り、少ない株式数、少ない単位でロットで持つということを心がけてください。
挽回のしようっていうのはたくさんありますので、よろしいでしょうか。やり方の中でですね、一番意識してもらいたいのはこの損を少なくするということです。これを英語でですね、ストップロスって言います。損失を抑える、ストップロスと言います。ですね、で、ある一定の金額になったらもう売却しますとさっきお話ししましたけれども、それを損切りって言います。英語でロスカットって言いますね。で、便利な取引のやり方っていうのがあって、指値っていうのが市場では指値注文っていうのができます。例えばさっきお話しした通り、1000円で買ったものを、例えばここ800円まで下がったら売却しますというような思惑を持った時に、800円で売り指値をっていう注文を出しておきます。売り注文を出しておきます。指値をして注文を出しておきます。そうすると、この表で言うと、1日、2日、3日、1年、2年、3年の単位でもいいんですけども、1年、2年、2年目上がりました。3年目ちょっと下がりました。で、4年目に800円まで来ました。だからここから下に行っちゃうっていう可能性もやっぱりあるので、800円に売り指値をした4年目に800円で損切りにしてしまったと。1000円が800円になったわけですから、200円損したわけです。20% 損したわけです。ただ800円もあればまた次戦うことって可能なわけですね。これがさっきお話ししました通り、400円になったり300円になったり200円になったりしたらもう塩漬け状態です。もうどうしようもないですということですね。売り指値っていう便利な、取引がありますので、指値をして、損失を抑えるということを心がけてください。ですね、いくつかですね、取引のやり方っていうのもあるんですけれども、また改めておいおいお話しさせていただきたいなと思います。ここにドルコスト平均法って書いてありますけれども、ちょっとこれの説明をしたいなと思います。ドルコスト平均法っていうのは、一定の期間に一定の金額で、株式なら株式を買います、あるいは売りますということです。ですね、例えば1ヶ月ごとに同じ金額、例えば1万円なら1万円、今月5月ですね、5月に1万円で、また6月に1万円、また再来月7月に1万円、株価がいくらになってようとその金額で一定の期間で、買い増していくというような取引方法をドルコスト平均法って言います。で、これをするとどうなるかというと、結局ですね、買った株式数と1万円で買える株式数っていうのは、値段が変動すると買える株式数も変わってきますよね。例えばこれですね、1万円で、これ1月に1万円で1000円で購入したとします。そしたら1株1000円だとすると10株買えるわけです。で、次の月に、1200円で1万円で購入します。そしたら、1200円ですから10株も買えないですよね。これ8株とか
8. 点何株とかしか買えないということになります。で次この4月に800円になったとすると、逆に1万円で800円1株800円の株を買うわけですから、81が8、826、1000、12株ぐらい買えるわけですね。というように、一定の間隔で一定の金額で買っていくというような取引をドルコスト平均法と言います。で、全ての購入した株数を足して、全ての購入金額っていうのを平均すると、これがこの株価の値動きと同じような値動きになるわけです。わかりますかね。株式がこうずっと上昇していくということになると、その上昇してるなんていうんですかね、曲線にだんだん近づいていくというか、その平均になっていくわけです。ちょっときちんと説明しづらいんですけれども、この株価を追従するような自分の買いコストになっているということです。これはよく、定期的に積み立てをするという方法で、よくあるやり方です。これも覚えておいてください。以上、今日は実際の株式の、株式というか金融商品の取引のやり方についてお話ししました。まだいろいろやり方というのがありますので、また動画をアップさせていただきたいなと思います。それでは、今日の話がためになったとすれば、いいねボタンを。で、興味深くこれからもいくつも動画を上げていきますので、続けて見ていきたいなと思う方はチャンネル登録をお願いします。以上、取引のやり方でした。さよなら。